Hey, I just want to make like a video showcasing some of my like favorite teachers that I'm currently interacting with on italki. Also to like keep track of my speaking ability at the moment. It's not great, but it's also not completely terrible. Yeah, just want to showcase you some of my favorite teachers and also showcase you what like a conversational lesson is like on italki. I really like the site. I'll also add like a link for you guys to like a referral link that you can get like €5 or $5 off for your like first purchase. I believe the first like free lessons, like 30-minute lessons are free anyway, so I'm not sponsored in any way so whatsoever. I just really like the site and the teachers on the site as well. So if you have the time, check it out. So here you go. So for the first teacher I have Naoya. I only recently started taking lessons with him. I highly recommend this teacher. He's really upbeat and I always smile throughout the lessons, like the whole time through. He currently travels around the world and I'm sure if you book a lesson with him, he would love to talk about where you're from, like the culture there and, the language maybe. In this clip, I try to explain to him how I learned Japanese because he currently learns English and he wanted to know how I learned Japanese at that time. その最初にはめっちゃ大変だったんだけど、うん。なんかこう、この後でも、その1年半、最初の1年半だけは、なんかうん。こう、積極的に勉強したことあったので、それははいはい一番大事だったはい。と思う。うん。なるほど。すごいな。うん。それも最初も聞いてるだけですか？日本語。聞いてる見てるかな。字幕もまあ、アニメとか、アニメ、その、あ、そう、ドラマとか。ドラマ。おむねは、最初のは、テラスハウスだったのはいで、はいはいめっちゃはいはい。日常的なものがたくさん、めっちゃまあ、その前にも、なんか漢字が覚えた頃があったので、まあ、それも同時に行われたので、うん。なんか、おすすめの、そういう日常会話日常会話の、かな。どっちでもいいかな。どの番組もいいみたいな答えは多う分気ん。に入らないのでまあそれも、本当の答えはどっちでもいい。なんかそれを人僕強く、なんかこういう、まあこれも分かってないんだな。それを通して、いつだっうてなんか目標ん。語も、いや、なんなんだろか、例えばフレンズう。ってフレンズいう、はいいかな。かん、めっちゃういいだと思ん、そう、面白い。まあ面白いし、う。まああと、だから、やっぱ続くものじゃないと、面白くないとダメなので、それも大事だ例えば、と思う。シンプソンズとかって、うん。アニメうん。言葉がちょっと汚いですかあれは。うん。たまにはね。多分。まあ、フレンチもそういう、たまにはそういう感じになるんだと思う。そもそも英語も汚いんだよな。常、そうそう。そういう概念があるんだけど。ホーマー・シンプソンの英語は多分汚いだろうと。そう。絶対そう。そう、何をしそう、だかたかな。ら、なんか、うん、英語のリスニングも鍛えたい、ついでに鍛えたいから、うん。そういうドラマとか、まあ、普それをやっぱ通、りまあ、ネットフリックスの何回も、どんなドラマでも合ってますうん、だと思う。まあ、最初には、おう、ちょっはいと、はいはい。それは難しすぎるみたいな感じも来るだと思うんだけど、こう、だんうん、だん、基本的には、この作品の中でも、100の単語わかるなら、うん、まあそういう、ダンダダンの中、例をとしても、なんか宇宙人とか幽霊とか、そういう単語をわかるならば、もう前作も、愚弄うん、なしにうん、見えるようになるので、その最初のは、ちょっと、はいはいはい。多分、
まあ、ハウス・オフ・カーツみたいなものは多分おすすめないので、まあ、政治家的な、はいもはいはいのだし、はい。なんだよな。どっち、まあ、私もそう、最初に見たのは、スライス・オフ、日常的なアニメだった。うんうん。いやこのテラスハウス。うん。英語圏にそのようなものあるかな。あるしてるんだけど、ビッグブラザーは絶対見ない方がいいだと思ビッグブラザー、面う。うん。白い。うん、まあ、うん。知識の、うん、リテラシーのリテラ低いシーが低い。方は、それを好むはいにはいはい見るはいようなはいはい。番組なので、そう、はいはいはい。台本も存在してるし、そう、なんかめっちゃドラマ的な、なんか、はいはい。イエンズが言ってたやつね。台本がある。うん、絶対台本がある。それはあまりおすすめできないので、うん。私も探します。なんか多分、あるだと思う。なんかシンプソンズもいいし、フレンズもめっちゃいいだと思う。それでもハワーし、メッチョまだみたいなものは多分、うん。めっちゃ合っもし、ています。それで、日本語が、じゃあ、わからない単語が出てくるじゃないですか、見てたら。うん。その時に、そのまま聞き流すんですか？それともストップして、そこでこう、携帯で、うん。こう、その言葉を検索するのか。うん、聞き流すは多分合っています。うん、それ、とりあえまあ、ずは聞き流検す。索よりも、まあ、検索も同時も行われうん。ても問題ないだと思う。まあ、絶う対、なんん。か、ポーズをすらないようにしてほしい。はいはいそのはい動画、はい。そう、なんか、まあ、ちょっとその良好中にはちょっと難しいだと思うし、あんまりそういう時間もうんないうんんだけど、仕事に戻ったらとか、そういう、なんかうん。うんいつでもポッドうんうん。キャスト聞くような環境だったなら、そう、それうんうん。もおすすめです。うん。はいはいはい。まあ、とりあえずはもう聞き流して、もうひたすら聞いて、うん、そなんか聞いたことある単語、よく聞く単語やなとか、う。うん。なんか、ああ、こういうそういう言葉も時に、してます。そういうああ、切な優越が、なんかうん、うん、こう、うん。どんどん増えるし、うん。それは、はいはいわはい。からない部分は、まあ、負けに置いといて、そう、はいはいはい放りしてはいはい。もいい。いや、素晴らしい。めちゃくちゃ勉強になるな。うん。いや、まあ、イエン勉強に、ズは多分 YouTube でもっといろんな発信して、うん。勉強の仕方とか、うん、そう、それまあ、うん、日本語勉強したい人とかのために、まあ、自分の、なんか、道いろんなコンを、テンツ、うんうんうん。そう、記録したので、まあ、だいぶ自分用だったので、うん。みいや、面白い。次は自分用じゃなく、いろんな人用にちょっとアレンジして、そうやね。でも、実際そういう方法を考えた人の知らなうん、いし、なんか私うん、も、うん、なんか日本語だけを、その方法で勉強だったので、しかも、うん。もう4年だし、まあ、はいはもう、まあ、いはい。結構なレベルにもなったんだけど、まあ、うん、長い間だよな。うん、うん、うん。私よりも、はるかに、なんか、1年とか、1年半ぐらいの後でも、うん。JLPT、日本語能はい力試験 はいはい。N1 を取る人は存在している。おえ、お。それに、それし、まあ、しかも、それも、同時に YouTube している人もいる。はい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 。その人には、まあ、そう、なんか感動して、なんかそう、うんうんうん。尊敬してるし、同じ方をはいはい。使っても、うん、なんか、そういう、なんだろうな。まあ、そいつも、だいぶ同じ方法を使ってるので、うん、うんうん勉強方うん。法は多分、あー一番能率いいだと思う。うん、効率いい。はいはいはい。いやー、すごいな。The next teacher is Yusuke.
one of my favorite teachers to just chat with. Great conversation partner. With him, you can talk about pretty much anything, and he corrects your mistakes really well. In this lesson, the focus quickly shifts to music, and we talk a lot about our favorite rap artists, and how people in Austrian and Japanese act at concerts and events. Please check him out and show him some love as well. いやー、だいぶ違うでしょ、もうマジで。ああ、そうなんですね。いろいろ。一番好きのは多分、Spotify ラップというものを知ってますか？Spotify ラップという、何度か振り返りみたいな、今年は何を聞いたとか、そういうなるほどサービスがあったはい。一番聞いたのは、日本語ラップです。日本語ラップ？うん。なんか、アーティストとかラッパーの名前とか。いや、誰でもしてる、なんかクリーピーナッツとか。クリーピーナッツとかね。のプレイス、遠いし、当時ね。変態紳士クラブ。いいですね。こうもちゃんと、たまには聞いているし。その他にもたくさん、北東とか、チコチャリート、カリート。チコカリート、はい、沖縄の人ですね。いいですね。僕も結構聞きますよ。日本のヒップホップは。最も好きなアーティストは誰？僕は、J-POP だったら誰かな。コウも好きですけどね。コウもよく聞くんですけど。あとね、パンピーって知ってます？パンピー？知ってます。なんかタイムマシーンとかそういう、なんか。そうですね。そうそう。パンピーは、よく聞いてますね、今でも。めっちゃいい音を作り出し、なんか、なんだろうな。物語を話すみたいな感じもしてるし、そうですね。パンピー。いいな。そう。いいですよね。なんか、よく聞いてましたね。大学生の頃とか、なんかずっと聞いてたの。ずっと聞いてましたね、パンピーの曲。大学生の、そう。大学生の時、そう。いや、本当に、最近あんまり、新しい曲を作ってない気もするんだけど、そうですね、確かに。このModern Times とか、Sofa Kingdoms、コロナの時に出たあれは。そうですね。そう。モダンタイムズはずっと聴いてましたね、アルバム。あれはいいアルバムでした。そう。ですね。それなんかいろいろこう、混ざってるのを聞くということですかね。いろんなアーティスト、そのラッパー。つまりいろいろ。そう。多分30人ぐらいね。光る歌った。どうだったこのコンサート？なんか、めっちゃ良くなった気分も、なんかそうになるんだろうな。そうですね。いや、すごかったですよ。人もめっちゃ大きい会場だったんですけど、何万人も入るような。万人そう。すごい数字だな。そう。よかったですね。歌も上手ですしね、この人は。日本のコンサートとか、そういうイベントの中では、音はどうになるの？なんか、ファンの皆様、静かにしてるのか？静かですね。みんな多分何も喋らない。いや、面白いな。それも。ジャンルによってはちょっとだいぶ違う場合もあるだと思うんだけど。そうですね。だと思います。そう。なんか、特にそうですね。こう、ロックのジャンルとか、そう。あとはなんだろうな、ポップは大体みんな静かにしてますね、基本的には。いや、面白いな。本当にアーティストを聞く機会になるんだな、そういう。
あ、そうそう。なんかクラシックのコンサートみたいな感じでみんなうん。真面目に聴いてますね。真面目に手を伸ばして、そう。ああ、もう面そうそう。白いな。まあ、なんかこう手振ったりはしますけどね。こう手振ったりなんかをちょっと乗ったりとか。うん。うん。そうそう。ユーロバは絶対そうくらないだろう。なんかいつだ、えどんなじゃあれだっても、うんうん。ファンの皆さんはいつだってなんか、共に歌ったりして、なんかふざけたりしああ、て、なんか叫んだえりして、さいろんな音を作り出すんだと思へえ。みんなでもう歌っちゃうんですね、一緒に。う。そう。なんかまあ、あんまりそういう、なんかテイラー・スウィフトもしてますか？まあ、多分してまああ、はいすね。はい。ええ。まあ、私はファンじゃないんだけど、そういう、うんうん。なんかコンサートを、えっと、ああ、確かちょ、にそういうイメージあるちょっとかも。後でも、なんか確認してほしいんだけど、テイラー・スウィフト自体は聞かないだと思う。そう、うんうんなんかうん。ファンの叫びファンの声や、声だけ。そうになるよ。いやー、そうですよね。大体、確かに。どこだってそういううん。状況になるんだと思ええ、う。うん。そうですよね。だから、なんだろうな。あんま興味ないんですかね。だからテイラー・スウィフトの声を別に聞きたくないのかな。興味よりも、まあ、自分うん。も、なんか、主人公ああ、従いみたいなうん。気分だと思う。うん。そっかそっか。なるほど。いやー、そうっうん。すよね。それにも、なんか、こういう、なんか曲を尊敬したら、うんうん。だから私も歌うよ、みたいなへえ。気分、多分そういう気分うんうだけど、まん。あ、本当にそのアーティストを来た人に失礼な場合もあるだと思うん、まあそうでう。すよね。そうだね。まあでもなんか、まあそういうみんなで歌う文化みたいなのがもう結構ね、ずっとあるんでうん。しょうから、まあ、もう別に周りの人もなんともうん。終わんないし、自分も歌うってことですよね、だから。そう。うんうん。なんかだいぶ昔にへえ。は、なんか何年目、何年、何年目、おい何年前にも、なんか記事をうん。読んだことがあったし、おお。なんか、本当に唯一、なんか、The Beatles、The Beatles、という、あ、ビートルズ、はい。ビートルズも、というアーティストはい。もあるし、その音楽、本当に音楽をその曲、本当にライブうんうん。聴いたのは日本人だけだった。そういう、なんか記ああ、事だった。へえ。どんななるほど。国だって、なんかみんな、なんか倒れたし、なんかあ叫び声あ、もちゃんとしてるし、うんうん。だからあまりそういうビートルズも音楽も聞かない、聞かない。へえ。日本だけ、なんかちゃんとしたうんうん。音楽が聞うんうくようん。な状況になったんだ。そうかそうか。そうですね。確かに、いうん。や、それはもしや日本だけなんだ。そう、まあ日本だけ、うん。日本だけは多分ないんだけど、でも日え本はえ、なんかビートルズがツアーしたうんうん。国に含まれたと国の思中で。うんう。うん。うんうん。So the next teacher on the list is Natsu. She's a great teacher and I can talk about anything really with her. She's really nice and she's so nice as to even like prepare material for the next lesson. Or like slides, presentations and stuff that she wants to show me. I've learned about Saga and Saga Ken through her presentations or just conversations as well. A lot, like different festivals that happened there or events and stuff she was contributing to. In this clip, we talk about how it's hard to read kanji even for like Japanese people, and I got to hear a fun story about why the counting kanji for birds and bunnies is different from a lot of other animals. Sakura. でもその漢字は、なんかもう、まあ、ひらがなも難しいかもしれないけど、Mm. 漢字はまたなんていうんです、まあ、私は日本人だから大丈夫だけど、なんていうんですかね。もうなんかわけわかんなくないの？例えば、そうだな。うん、とか、例えばうん。私が、まあ、英語とかは、英語のアルファベットは習ったからわかるけど、タイ語とか、
例えばネパール語とかの文字を見ても、わかる気がしないのと同じじゃないのかなと思って、日本語の漢字。最初は絶対うそうだったん。よな。うん。絶対そう。これそう、は、あと、うん。読み方も、2種類ある。音読みなんか、一つの言葉に、例えば、この簡単な日曜日の日、うん。これはなんか日とも読むし、日とも読むし、ええ、他にもなんかすごい読み方があるじゃないたない？くさん、なんか生とか、そう。その性がいろんあ、そな、うそ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 う。生きるね。さすが。そう、生きる、小、そうそう。こ生、れは、生。いもいそうそう。さすがさすが。いろんな、そうそうそう。そうそう。もう日本人はそれをね、なんかちょっとずつちっちゃい時から、うん。ね、でもこれ絶対わけわかんないよなって流思う。行るとか、そういう、なんかめっちあ、ゃある。そうそう、生える。うん。入る。そうそうそう。そうそう、草が生えるとかね。うん。ああ、結構あ、そういえば、難しかっうんうん。たんだと思う。でそうでも、しょ？すごいな。一つ一つをうん。うん。学んだなら、ずつうんうずつん。こういう景色もうー蓄えん。るだし、うん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 。うん。うー一番ん。今でも難しいんだよな。でも、なんか名前を読んだうんうん。時とか、いや、全くうんわかんなうん。いし、うんうん。本当に読み方が全然違うような言葉うん。もたくうんうん。さんあるだと思う。うん。うん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 。そうそう。特に人の名前と場所の名前はもうん。うわけがわからないよね。そう、全くそうだ。うーん。それは日本人も読めないことが多いかも。場所の名前とかね。例えば、大分県に、こういう地名があるんですよ。これなんて読むかわかりますか？安心インだと思うんだけってど、思うでしょ？でも思うなやだ。そう、違う、味ジムって言うんだよね、味ジム。味む。うん。そう、とか、待って。ちょっと待って、別のとこに書いて。ムーはすごいな。なんか G やもう、それもわかるそう、んだ。多分、うん。当て字な気がうん。これ、私、東京に住むまで知らなかった。わかりますか？こうか絶対わかんないよね。な。あ、我孫子って言うんだよね。ビコ。すごい。そう、絶対わからないよ。こんなの日本人でもわからない。そうん。う。ね。もうなんか、キリがないですよね、日本語の勉強。キリが、そう、キリがないよ一ね。生続けまあ、るような気がそうする。そうそう。日本人も知らないし、みたいな。うん。そうそう。へえ。でもうん。それも面白いだと思う。うん。結構うんうんそういう、うんうん。もう、ちゃんと、単語をたくさんうんうん。学んだことがあったし、うんうんうん。うーん。もうそういう、そういう読み方があったんだよな、とか、うんうんそうなる。うんうん。たまには、ね、うん。不規則な言葉に、うんうん。ちょっと、そうそうそう不規そう。則な言葉に、ちょっとイライそう。してるんだけど、そう。いや、面白い時あのでもあるんうん、だと思う。うん。うん。数の数え方とかね。いや、それも、いつまほら。でも、ねえ、そう。なんか1うん、本、2本とか、まあ、それはまだあれだけど、例えばね、鳥ね、バードの鳥。あと、鳥の数え方は分かりますか？蝶かな。一蝶。一ああ、石に一鳥。惜しいね。1、1は羽。1は2は、羽なんだよね。これ1羽。一羽。うん。うん。1羽、2羽、3羽っていうのね。鳥はね。うん。で、動物って、鳥、あの、例えば、4本足の、猫。うん。猫は、わかりビキかな。ます？
あ、そうそうそうう、ん。素晴らしい。引き。ね、これは4本足は引きですよ。ううん。ん。じゃあね、うさぎ、これうさぎ有名なも話。和になうん。るんだよな。うん、そそう。う。なんでだろうな。なんでだったかな、私、こないだね、こないだ、と思った。うん。あ、思い出した。これね、すごく面白くて、うん。お坊さん、お寺にいるお寺のお坊さん、仏教ね、仏教ですよね、仏うん。教。仏教では、獣？うん。動物？獣は食べてはいけないですよ。うん。4本足の、ものは食べてはいけないって言われていて、うん。でも、多分鳥はいいのかな。それで、うん。ウサギは4本足でしょ？そうだよな。うん。うん、でも、それをなんか食べていいようにするために、1羽、2羽って数えるように、なんかこうそういう なんかね、うん。そう、ずるいというか、お坊さんが、そう、食うん。べたいから、わざと1羽、2羽って数えて、これ4本足じゃないみたいに、したらしい。うん。結構面そう。白いな、この話。まあ、そう、面白い。実かそう、どうかすごく面も白い。疑わうん。しいんだけど、まあ、多分そうそう、いう、まあそういう、みたいな話で出たんじゃないのかな。そう。So the next teacher on the list is YouTube. Our lessons normally look like this. They're like reading out lessons where we just go like through articles. It's a nice way of like mixing up like how the lessons actually go compared to like other lessons that are only conversations. It was really hard to listen to me um, to to listen to this conversation as well because I'm very bad at reading still. I mess up names of cities and people, but you can see how good like Yuta corrects my mistakes in my reading out loud. I highly recommend him for pretty much anything from reading aloud or just reading out loud or just having conversations as well. やばすぎる、このやばすぎる街だった大阪西勢の今これね、西成。西成うん。西成そうそうそう。西西成っていう町なんだ。西成。そうそうそうアンチは良くなっている。これね、治安。ああ、治安。そうそうそう。治安が良くなってる。うん。やばすぎる街だった大阪西成の今。西成。治安は良くなってる。アイリン地区、なんだこれね、釜ヶ崎。鎌ヶ崎などを含む、大阪の西成。治安が悪いと言われたこの街で、今大きな変化が起きている。激安の宿、ホテルや。これね、激安ってもんだね。激安。あ、そうそうそう。激安の宿。そう。ホテルや激安グルメ、山や、ホルモン屋など、ホルモン屋、そう、ホルモン屋。まあ、そのまま外国観光客が増えたことになる変化とは、まあ、こういう、そうだね、下の方。ライダの大平。これね、大坪って読むんだね、大坪。大坪。ライダ。人の名字だね。ライダの大坪、ケムダ。ケムダ。2月の主催記事などで、冬服で失礼します。皆さんは大阪にある西成という地域を知っていますか？アイリン地区、鎌崎。これね、鎌ヶ崎。鎌ヶ崎のことをそう呼ぶことも多いです。僕は大好きな街なので、この10年近く何度も訪れているのですが、これね、訪れているのですが、一般的には D 物件という、これね、物騒。
物騒っていう。物騒というイメージが、そうそう。物騒。イメージかもしれません。2008年に暴動が起きたことでも有名ですし、うん。僕がこの街を何度も訪れた理由の一つ、プロレス。うん。もう一回。これ、釜ヶ崎。うん。鎌ヶ崎。うん、鎌ヶうん。崎。釜ヶ崎。鎌ヶ崎っていう。うん。釜ヶ崎。鎌ヶ崎。そう、鎌ヶ崎の公園で開催された時のもの。最前例が竹のバリケード。これね、見物雄山って言うんだね。あ、ごめん、物見雄山。物見雄山。物見雄山で集まった、なんか場所、そういう、なんかイベントみたいな。物見雄山。物見雄山で集まった、お茶らのコロセード声援が飛び混じっていて、ほとんど海外に来た感覚でした。その西成はその西成は高度成長期以降、日雇い労働者が多く集まった地区、どうやと呼ばれる街道が立ち並び、東京の三足、これね、これね、実はね、山谷っていうんだよね、山谷。山谷。そう、東京の街のね、山谷っていう街の名前。東京の山谷。横浜の。これね、寿町っていう街の名前。寿町。寿町と並ぶ三大道屋町。これね、ドヤ街っていうね、ドヤ街。三大ドヤ街の一つです。一泊1000年以下と激安な、激安な安宿に、激安な安い宿に泊まる人だけではなく、老少生活者も多く、公園で吹き出しがこれね、炊き出しっていうんだね、炊き出し。公園で炊き出しが、そう、ホームレスの炊き出しっていうね。炊き出しが行われる光景もよく見られました。ところが、10年近く前からバックバッカなど大学人観光客が安い宿に泊まることが増えると、街の風景が変わってしまった。これね、雰囲気だね。街の雰囲気が変わってきました。変わってきました。一言で言うと、多少安全な方向に。そうなると、街のポテンシャルとしては、安く泊まるって大阪の中心地まで近い、安く飲める店が多い、グルメ界の極これね、北の、極北って言うんだ。極北の地。そうだと思う。極北。と、すごく便利なんですよ。西成ならフラット入った店でも、ホルモンに鍋、洋食など安くてうまい。で、なんかちなみにこのホルモンというのは何のものでしたっけ？ホルモンさ、なんかお腹の腸ってわかる？わかる。腸のね、こと。腸を切って、お腹のこの腸の部分をこう食べやすいサイズに切って、
入れたもの、この茶色いものが、これはホルモンって言うんだね。面白い名前だな。うん。牛とか、よくあるね。なんかホルモンの、普段なうんら、まあ別の、なんだっけ、体が作るものみたいな、なんかイメージああ、あそうるんだけど。そうそう。ああ、なるほどね。うん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 。確かに。なんか、そうね。結構昔、日本人はその、捨てるものうん。うん、ホルモンって多分ヨーロッパだと捨てるのかな。食べないで。まあ、たまにはそういう場合うん、もあるんだけど、まあ、うん、う例えばイタん、リアとか、そういう料理、う next ん。teacher on the list is Sakura. Sakura is a real great, like, talk active teacher. I love the topics we talk about. I love how here she writes down everything that we talk about during the lesson, and she even sends these, documents, the full like transcript to you once the lesson's over. First, we talked about how there are specialist firms, like specialist businesses, companies all over Japan for like moving, and yeah, this is the clip from there. I recorded this video while I was away from home, so the quality is a little bit worse, but I hope you can bear with it. Enjoy. そういうなんかギフは昔にうん。なんかギフト。ギフなんかお父さんじゃないんだけどなんか綺麗なギフ。お父さん。ちょっと待って。なんかギフ。ギーの父にかかるそうそう、ギフ。そうそう。ギフ。お父さんがギフ。そう、お父さんじゃないんだけど、今はなんか、お母さんと結婚してる。お母さんと結婚してる。そう。ギフで合ってる。あってる。ギフで合ってるよ。そう。なるほど。昔は引っ越し屋だったので、そう、なんてそうだったの。をした経験があったし、そっかそっか。どうやってそれをお父さんなんか、になってくるみたいな説明してくれたし、そうか。でもウィーン内だったので、多分ウィーンそうだね。あんまり人気じゃないんだと思う。ウィーン内だよね。ウィーン市内のみみたいな。その地方までは、地方までは行ってくれない。そうだな。田舎の、基本的に。そう。以外は。まさしくタイもそう。バンコクならあるんだけど、バンコク市内、バンコクって、バンコク市内ならいいけど、地方にはないっていうね。そうだな。そうか。日本はどこだ日本は本当、全国のどこにでもいてくれるよ。本当に。全国に存在してるよ。日本人ってよく引っ越しをするのかもしれない。そういう、なんていうの？会社があちこちに、例えば支社があって、ブランチがあって、で、なんていうの、転勤が多いんだよね、日本って。転勤が多い。転勤っていうのは、わかる？仕事、例えば会社を変わるんじゃなくて、会社の中で働く場所が変わること。例えば、東京本社から大阪支社へ転勤みたいな、そういうのがね、よくある。そう。はい、じゃあ来年からあなた、よくあるの。今、東京にいるじゃん。でも、じゃあ来年からあなたは、静岡にいてくださいとか、なんか来月から九州にいてくださいとか、めっちゃそのトークに、大変だよな。なんかそう、大変。会社からそう言われても、やだよって、多分、私もそうになるんだよな。ここにいないと、もうやめます。多分さ、オーストリアの人とかだと、多分ね、それだとね、やめますって人が多いと思うよね。そうよね。なんかそういう、それは、平成に受け入れられない。そう。でも、日本人はもう、ほら、退職までその会社で勤めなきゃいけないから、そうよな。難しいんだ。なくてはいけないと思ってるから、みんなね。思ってるから、もうそういうちょっと転勤も
なんか従わなくてはいけない。だからそう家族がついてきてくれればいいけど、家族がついてきてくれないこともあると、それなんかお父さんだけね、単身赴任っていうんだけど、お父さんだけその町に引っ越してそう家族は、私たちはこの今の学校変わりたくない、私もこのうちから引っ越したくないわとか言って、お父さん一人その別の町に行ってかわいそうかわっていうのもよくあるの。だから引っ越しが多いんですよ。引っ越しが多くて、からその、引っ越し業者が。引っ越し専任の業者。そう、引っ越し業者が、なんていうの、儲かる。そう、専門が、あるんだと思う。だってさ、そうやって転々とするのよ。2年とか3年ごとに。そうするとそんなに親しくもないから、そんなさ、手伝ってくれる友達も、そんなできないみたいな感じで、もうなんか、その会社業者に頼んだ方が気が楽みたいな、なんか遠慮するから、遠慮するより、みたいな感じだ。そうだね。多分これ日本独特かなと思った、今。独特かな転勤が多いのも独特だなって今思った。なんか、そっか、もうみんな、それならやめますなんだと思って今すごいびっくりした。絶対なんかアメリカとかそういう制度も絶対存在してるんだけど、専門的な場合にしか使わない。なんかオースターみたいに、ヨーロッパみたいに専門的な、的な場合しか使われないみたいな。なるほど、なるほど。制度だ。そういう感じ。そういう感じ。日本とオーストリアの違い。結構面白いな。面白いでしょう。そう。そのね、ノーと言えない日本人。